青パン全部なんてんきょんぱんたんかんんん。先輩方、私だ。今日は少しばかり複雑な気持ちだ。なんでかって言ったら、黙っとこうかなと考えていたことというのを、やっぱり話してみようかなと考えたからだ。だから少し緊張もしているし、なんでかわからないけど、ワクワク感もあるし、なんでかわからないけど、聞いてほしくないという気持ちもあれば、聞いてほしいという気持ちもある。それで最初に理解しておかなければいけないことというのは、もちろん参考程度にしてほしいということだな。しかしながらよく考えると、矛盾はあまり感じないのではなかろうかと考えている。まあいい。前置きはこれくらいにして、さっさと話していくわけなんだが、まあ簡単に言ってしまえば、この先20年以内に起きることというのを、まあ、ズバリ話していこうかなと考えた。それで、今と大きく違う点を一番大きな部分で言ってしまえば、大都市の人口がだいぶ減っているということかな。今はもちろん考えられない。そんなわけない。と思うかもわからない。しかし様々な要因が重なり、出た結論というのが、やはり地方への移住の加速が必然的に急ピッチで行われたということだな。まあその理由を知りたいであろう。なぜ大都市から地方に移住が加速したのか気になるであろう。まあ一番最初はそうだな。安心できる理由から言ってしまえば、まあこの安心できる理由というのも様々な理由があるわけなんだが、一番はやはり仕事のあり方かなと考えている。例えばなんだけど、株だとか証券、他にもインターネットを通じて自宅で仕事をする人たちというのも様々な形態で、もう様々なありとあらゆるビジネスを展開しているものというのは、よくよく考えてみれば別に大都市に依存しなくてもいい。むしろあれ地方の方が心身ともに健康的ではないのかなと気づき始めたということだな。まあだからこれは今でもそういったものというのが少しずつ増えてきているのではなかろうかと考えている。しかし今現在はまだまだ少ない。私の視点から見ればもう微々たるもある3つの大事件を迎えてから本格的に急加速するわけなんだがな。まあ分かりやすくその途中経過というのを話すとするのであれば、一つは水害だな。もうこれは想像できるはずだ。水害だ。例えばなんだが、大都会というのは水浸し状態になるのはもう言うまでもないこと。ただ電車は全てストップ。そして人々は逃げ惑う。大都市全体が大パニックに陥る。もちろん病気は蔓延する。食べ物にも困り果てる。働く場所もなくなる。店で物を買えない。要するにしばらくの間
人が住めないような状態に陥るということだ。もちろん経済も政治も大きく混乱する。もう一度言うが、日本の大都市、どことは言わないが、超大打撃を受けることになるのは間違いないことだ。もうこれだけでも大都市の人口が減る理由というのが理解できるであろう。今以上に地方への移住者というのが急加速するのは言うまでもないことだな。まあ今は水害のことを言ったんだが、そうだな、あと一つ言ってしまおうかな。それは予測できるものはもしかしたらいるかもわからないが、世界的な気候の大変動だということだ。これも理由だな。それどういう意味？どんなことが起こるの？みたいな感じで思うかもわからないから、まあわかりやすく言ってしまえば、例えばなんだけど、最近高温の都市だとかあるであろう。それが今以上にだいぶひどくなるということだ。もちろん逆もそう。寒い年があったりもする。まあ分かりやすく言ってしまえば、小氷河期に突入すると言っておこう。まあそれに伴ってそれに耐えれなくなる人というのが激増してしまう。まあこんなことが要因となって大都市を離れて自然と対峙しながら生活するようになるものが増えるということだ。まあこんなことから人口の急激な減少なんかももう大体予想がつくであろう。まああと一つの理由で、決定的な理由で大体全て把握することはできるであろうな。その決定的な理由というのをはっきり言ってしまえば、まあしかしながらこのことが理由で本来の人間が送るべき生活、人々の大きな生活からもたらされる大きな喜びというのが理解できるようになるのではなかろうかと私は考えている。おっと、もうこんな時間だな。今日はこの辺で終わりにしようではないか。もう一度言うが、あくまで参考程度に考えることだな。あとは時の流れに身を委ねることだ。それでは今日はこの辺で終わる。以上だ。